こんにちは、ぴょんです。日本には各地に素晴らしい温泉地がありますが、その中でも常に全国1位2位を争う人気を誇る温泉郷がこちら黒川温泉です。日本一の露天風呂巡りをコンセプトに約30軒の旅館が軒を連ねます。今回はその黒川温泉最高峰の旅館である月光樹さんに宿泊しました。最初に結論を申し上げますと、サービス、お部屋、温泉、お食事、何もかもが最高で大満足の滞在となりました。いつものように細かく丁寧にご紹介してまいりたいと思っていますので、ぜひ最後までお楽しみくださいませ。正面玄関を入るとロビーとフロントがあります。ロビーにはコーヒーマシンが置いてあるので、いろりやソファーなど好きなところでくつろげます。素朴な雰囲気で可愛らしい売店もありました。日本で最も美しい月を望める地に隠れ家のような宿を構えたいという思いを持ったオーナーが偶然たどり着いたのが黒川温泉の温泉街から少し離れたこの山懐でした。約4500坪の敷地に客室数はわずか8室。すべてのお部屋が温泉露天風呂と内湯のついた離れです。Oh, I got lost on the way to you in an orange sky by the ocean blue. Every mile lost, my soul renewed, taken by the sunrise and the カートでお部屋まで連れて行っていただけます。 walking slowly in the mountains underneath the constellations. Yeah, I know that you've been waiting for me. Time is losing all its 4500坪の土地に点在する8つのお部屋はそれぞれ独立した作りになっています。すべての客室に趣向を凝らした内湯と露天風呂がついていて、露天風呂からは南に阿蘇の外輪山、北に小国の山々を望むことができます。全客室で月光浴が楽しめるよう設計されていて、露天風呂から眺める山と星の美しいこと。今回は一番人気のお部屋、いざ酔いに宿泊しました。料金は最後に発表いたしますので、お部屋やお食事、施設やサービスの内容から一泊いくらか予想しながらご覧くださいませ。95平米以上もあるとても広いお部屋で、中でも内湯と露天風呂のつながった L 字型の温泉がとても素晴らしいです。一緒に細かいところまで見ていきましょう。古い木造建築から移築してきた大きな梁組が壮大で開放的。玄関を入ってすぐのところがいろりの間です。掘りごたつのように足を下ろせるいろりは、なんと足元に温泉が張られています。夜も朝もご飯はお部屋食で、こちらのいろりで足湯に入りながらいただきましたので、また後で詳しくご紹介いたします。いろりのお隣は和室です。ほんのりと良い香りが漂う和室では茶香炉が焚かれていました。緑茶の香りにはリラックス効果の高いことで知られるラベンダーの主成分リナロールが含まれていたり、緑の葉の香りには森林浴をした時と同じような作用があることが分かっています。チェックイン後、お宿の方が温かいお煎茶とウェルカムスイーツを持ってきてくださいました。ウェルカムスイーツは抹茶味の水晶餅です。1月上旬の寒い日、温泉を堪能しながらゆっくりと過ごせることが楽しみです。月光樹さんが位置するのは標高 1000m 近い場所で、夏は涼しく冬は雪が降ることも珍しくありません。和室の端には冷蔵庫が設置されています。嬉しいことに中身はすべて無料です。くまモンのサイダー、阿蘇の炭酸水、天然水、
カルピスウォーター、伊右衛門阿蘇小国のジャージー牛乳、地ビールが2種類。ピルスナーはチェコスタイルの爽やかでキレがある味わい。ペールエールはイギリス発祥で華やかな香りが特徴のビールです。ドリンクのご用意はこれだけではありません。いろりのそばにある扉の中にはコーヒーやお茶類のセットが置かれていました。コーヒーはミルで引き立てを楽しめるタイプなのですが、引く作業が大変だと思われる方にはすでに細かくなっているコーヒーの粉も用意されています。このような部分や後ほどご紹介するアメニティなどに月光樹さんのホスピタリティがにじみ出ている気がしました。ノンカフェインでオーガニックの九州の健康茶や金粉入りの梅昆布茶、グラス類もいろいろありました。標高の高いいざ酔いのお部屋からは最も素晴らしい絶景を望めます。内湯と露天風呂がつながった広い L 字の温泉がこの上なく贅沢で感激しました。月光樹さんの温泉は自家源泉かけ流し、pH 値 7.6 の弱アルカリ性です。人間のお肌は弱酸性ですから、その反対の弱アルカリ性のお湯に入ると古い角質や汚れが除去されてツルツルのお肌になれます。天然の保湿成分であるメタケイ酸という成分が豊富で、一般的に 1kg の中に 50mg 含まれていれば美肌に効果があり、 100mg 含まれていると素晴らしい美容効果だと言われるところ、月光樹さんの温泉には 177mg も含まれています。刺激が少なく湯あたりしにくい泉質で、小さいお子様からご高齢の方まで安心して温泉を楽しめます。私はこの素晴らしい露天風呂に憧れて、絶対にいざ酔いのお部屋に泊まりたいと思っていました。阿蘇の炭酸水で乾杯。大きなお風呂は内湯と露天風呂の間を扉で仕切ることもできます。すごいですね。今日はお天気もいいので全て開けておくことにしましょう。お風呂のお隣にはシャワースペースがあります。これまた驚くほどに広いです。ジョンマスターオーガニックや右元などブランド物が勢ぞろい。奥の扉を進んでみます。冬場寒い地域では水道管の凍結防止のため、お水を蛇口から出したままにしておくそうです。月光樹さんのアメニティはとても豪華で、あったら嬉しいというものばかりでした。ちょうどネイルが欠けてしまい、爪やすりを持ってくるのを忘れたことを悔やんでいたところでしたので、これを見つけた時はすごく嬉しかったです。綿棒とその奥にはマウスウォッシュが入っています。たくさんのアメニティを置いてくださりありがたいです。髪の毛のワックスとハンドソープ、ダブルシンクも嬉しいポイントです。なんとまだまだたくさんのアメニティが用意されています。ヘアブラシ、カミソリと体を洗う用のボディタオル、立派な歯間ブラシ、髪の毛をまとめるクリップ、紙ゴム、コットン、綿棒、シャワーキャップのセット、お裁縫セット、歯ブラシ、真珠で有名なミキモトのシャンプー、コンディショナー、ボディーソープ、ボディーローションのセット、
メンソレータムのリップクリーム、右元のシートマスク、右元のクレンジング洗顔フォーム、お化粧水、保湿クリームのセット。ぜひこのポーチごとお持ち帰りくださいとおっしゃっていただきました。しっかりと大きくて分厚く使いやすいです。綺麗なタオルがたくさん用意されています。ドライヤーはレプロナイザーの 2D プラス。髪が傷まないどころかサラサラになるそうです。洗面所のお隣にはお化粧室。クラシック音楽などのメロディーが流れていました。ここまでいろりから和室、温泉と洗面所をご紹介してきました。残りの寝室をご覧いただきましょう。温泉側、和室側の2方向からアクセスできます。和室側から入るとこのような景色です。ベッドは世界中で愛されるブランドシモンズ社のセミダブルサイズが2台。光を取り入れつつ美しい景色を切り取れる横長の窓。扉を開ければ目の前はすぐに温泉です。浴衣は数種類用意されていて好みによって選べます。浴衣だけではなくパジャマもあるところが嬉しいですね。洗面所にはバスローブも用意されていました。左が除湿機で右が加湿機能付き空気清浄機。お部屋の隅にはクローゼットがあり、中には防寒着、お出かけ用のカゴバッグや金庫が入っていました。そのお隣にはお洋服の除菌や乾燥などクリーニングができる LG の話題のスチームクローゼットが設置されています。一度使うと手放せないと口コミが高評価の衣類ケア家電で以前から気になっていたので試すことができて嬉しかったです。あんなにお部屋のお風呂がすごいのに館内には貸し切りのお風呂が2カ所あります。順番にご紹介してまいります。まずは2020年に新しくオープンした洞窟風呂。アプローチから脱衣所まで白木の壁に囲まれています。ウォーターサーバーが設置されていました。奥に向かって縦長の作りで場所ごとに温度が異なるようになっています。温度のちょうど良いミストサウナのような感じで洞窟の中いっぱいに蒸気が広がっていて、お湯から出ている顔などもしっとりしてよかったです。幻想的な雰囲気でリラックスできました。ぬるめのところに使っていつまででもいられそうでした。こんなに広い洞窟を一人で貸し切れて贅沢です。もう一つの貸し切り風呂は敷地の一番標高が高いところに位置する露天風呂の天空です。入ってすぐは脱衣所。ウォーターサーバーとタオルが用意されています。1回40分の貸し切りで営業時間は15時から22時と翌朝7時から9時です。入り口にたどり着くまでたくさん坂を登ってきましたが、脱衣所から温泉までもまだまだ階段がありました。この天空の温泉があるのは敷地内のまさに山頂ということです。阿蘇の外輪山から小国の山など九州の雄大な山々をぐるりと360度展望できる天空の露天風呂。お昼間は自然との調和を、夜は降り注ぐような星空を楽しむことができます。私は朝に予約を入れていました。冬の優しい朝日がのどかな風景とよく合います。前日に降った雪が屋根を白くしていました。お風呂とお部屋の間を歩くときはとても空気が冷たく、ところどころでつららが見れたりもしました。こんなにも寒い真冬に入る温泉は格別です。お食事のご紹介をいたしましょう。夜ご飯も朝ごはんもお部屋食で足湯に浸かりながらいただけます。そのため座椅子にはタオルがかかっていました。
いろりを囲んでのお食事は日本の原風景を見ているようで何ともほっこりとします。普段の忙しさを忘れ、何もせずにゆっくり過ごせる幸せな時間を感謝をかみしめながら過ごしたいと思います。お先付けは甘鯛のいい蒸し。冬は最初に温かいお料理が来るとほっとしますよね。鮭魚の峰岡豆腐とウニ。峰岡豆腐とは大豆ではなく牛乳とくずでできたクリーミーなお豆腐のことで、日本料理では牛乳を使ったお料理に峰岡という名前がつきます。真ん中の器は養老茶ぶりなまこ。茶ぶりとは番茶に通す調理法で、生子が柔らかくなり香りも良くなります。そのお隣は鴨ロース煮と豆腐の味噌漬け。奥は地元小国産のほうれん草のごまクリームがけです。お椀盛りはカニ新庄とかぶら、しめじとうぐいすなのすまし仕立て。お出汁も味わいのバランスがよく美味しかったです。お作りは非常に豪華な盛り合わせです。お醤油は水色の器が馬刺し用で、白色の器が魚介類のお刺身用。馬刺しは赤身と霜降りの2種類の部位を楽しめます。こちらは馬刺し用のお薬味。お魚は中トロとマダイ。奥の赤いの器の中は伊勢エビが入っています。そしてその右にはアワビです。本当に贅沢ですね。わさびはおろしたての本わさびです。こういった細かいところまで手を抜かない姿勢が伝わってきます。なんと馬刺しはおかわりを聞いていただけます。お次は温かいお料理を2種類から選べました。一つはエビ芋、聖護院大根と下仁田ネギの炊き合わせです。柚子味噌がかかっています。もう一つは天草大王子鶏の沢煮仕立てです。阿蘇の雄大な自然のもと、こだわりの餌と阿蘇の伏流水で健康に育てられた地鶏です。お好みで柚子胡椒を加えるとピリッと引き締まります。焼き物も3種類から選ぶことができました。こちらはヤマメの塩焼き。かぼすの華やかな香りと豊かな酸味がぴったり合います。一緒に添えてあるのは舞茸の天ぷら。お塩でいただきます。骨は骨せんべいにしてくださっていました。こちらはヤマメの唐揚げです。今回選ばなかったもので、あともう一つの選択肢はサワラの西京焼きでした。板前さんがいろりに炭を設置しにいらっしゃいました。左側の赤身の方が肥後赤牛で、右側の脂が多い方が大分和牛です。メインディッシュに牛肉の炭火焼きのお料理です。月光樹さんは全国の旅館の中でもお料理のレベルが高いと思いました。驚くことに牛肉もおかわり可能です。私はウェルダンが好みなのでよく火を通しました。つけるものは左手からポン酢、岩塩、ジャポネソースです。お作りで出てきた伊勢エビのお味噌汁。甲殻類特有の旨味がたっぷり出ていて豊かな味わいです。食後のお飲み物はコーヒー、紅茶、ハーブティーから選択できました。ハーブティーはリンゴかミントの2種類です。私はアップルティーをお願いしました。デザートはいろいろなものを少しずついただけて嬉しい盛り合わせです。バニラアイスクリームとイチゴのジュレ、3種類のフルーツ、ガトーショコラ。いろりにはきちんとダクトがあるため、お食事後もお部屋の匂いが気になりませんでした。食べきれなかったご飯はおにぎりにしてくださいます。
味は塩味と肉味噌味でした。素晴らしいお料理でしたね。お食事中に私が何気なく後で湯あかりを見に行こうかなと話していたら、なんとお車で連れて行ってくださるとお申し出いただき、お言葉に甘えてお願いしました。しんしんと冷える冬の夜、美味しいお食事と露天風呂で温まった後は羽織をまとい温泉街へ。丸く柔らかな灯籠の光が川いっぱいに広がっています。日本各地で問題となっている竹害、黒川温泉では自然環境を維持するため竹林の間伐や再生などの取り組みが行われています。その活動の一環として黒川温泉の方々が手作りされた約300個のマリ灯籠と高さ2メートルほどの筒灯籠が毎年冬の時期限定で夜間にライトアップされています。お車を出してくださるお宿の方のホスピタリティに感動しました。当初お宿からこちらの川まで20分弱の道のりを一人で歩いてこちらまで来ようと考えていましたが、後から考えると気温がマイナス5度で道も真っ暗でしたので、お車で連れて行っていただけで本当にありがたかったです。あまりにも美しい景色に思わず息を飲みました。おはようございます。お部屋の露天風呂と貸し切り露天風呂で朝風呂を楽しんだら素敵な朝ごはんのお時間です。朝ごはんも贅沢にいろりには炭が起こされています。お目覚めのお飲み物は阿蘇のトマトジュース、オレンジジュース、阿蘇小国のジャージー牛乳から選べました。熊本のトマトと生ハムのサラダ、ドレッシングはシーザーと和風の2種類です。炭火焼きでいただく食材の盛り合わせ、お豆腐とナスにはお味噌をつけて田楽に、厚切りベーコンと甘塩サーモン、オリジナルソーセージ、焼き物は全部で5種類の食材が用意されています。焼いている間に他のお料理をいただきながら待つことにします。自家製のお豆腐の豆乳鍋、牛すじと大根の煮物、お揚げと青菜のおひたし、切り干し大根、人参とレンコンのきんぴら、おじゃこと山椒、なすの煮浸し、たくあん、梅干しやきゅうりなどの香の物、昆布と明太子、丸いのはおから、そしてだし巻き卵。夜は赤だしでしたが、朝は合わせ味噌のお味噌汁です。熊本県のソウルフード、南関揚げと生干し海苔が入っています。焼き物も美味しく仕上がりました。田楽は2種類のお味噌をハーフ&ハーフで楽しみました。デザートは地元小国のジャージーヨーグルトにブルーベリー。食後のお飲み物はカフェオレをお願いしました。アクセスについてご案内いたします。月光樹山のある黒川温泉は熊本県の北部、大分県との県境に近い阿蘇郡に位置しています。熊本空港からバスで1時間50分、福岡空港からはバスで2時間15分。今回私は熊本空港から九州横断バスを利用しました。料金は大人1名片道2200円です。黒川温泉のバス停からお宿までは車で5分ほど。無料で送迎していただけます。ちなみに黒川温泉は日帰りの露天風呂巡りが有名で、約30軒の旅館が点在しています。同じ黒川温泉でもそれぞれ泉質と趣が異なり、巡ることの楽しさがありました。1300円の入湯手形を買うと好きな温泉を3カ所選んで利用することができます。
今回は竹笛さんに宿泊して、その後に月光樹さんに伺いましたので、そのチェックアウトからチェックインの間と月光樹さんをチェックアウトした後に帰りのバスが来るまで4時間ほど時間がありましたので、その間にも利用しました。河野湯さんも山水木さんも非常に良いところでしたのでおすすめです。大自然に癒されました。月光樹さんのご紹介いかがでしたでしょうか。圧倒的なお部屋の質と美味しいお食事、温かいサービスに大満足の滞在となりました。とってもおすすめのお宿です。チェックアウト時にはお土産に赤牛のハンバーガーをいただきました。こちらも嬉しかったです。それでは料金の発表に参りたいと思います。約95平米のスイートルーム、いろり、和室、ベッドルームと広大な温泉露天風呂付き、いざ酔いのお部屋。美味しい日本料理の夜ご飯と朝ご飯の2食付きで、1泊大人2名の合計金額はおいくらでしょうか。正解は17万6000円でした。もしこの動画が良かったら、いいねボタンをお願いいたします。最後までご覧いただきましてありがとうございました。